こんばんは。クリスマスイブの夜、皆さん、どんな風にお過ごしですか？今年はクリスマスイブとか、クリスマスの夜を、もしよかったらね、一緒に過ごせたらいいなと思って、はい、そういうコンセプトのもとに、雑談の動画をお送りします。はい。今日のプログラムは、プログラムってほどじゃないんだけど、最初にね、少し雑談をしまして、で、後半は、クリスマスにちなんだ朗読をしたいと思います。だから、もしね、よかったら、寝るときにでもいいし、聞いてください。はい。皆さん、クリスマスどんな風に過ごしてますか？過ごす予定ですか？はい。24日が、日曜日で、25日が月曜日ということで、うん。クリスマスと言ってもね、年末のこの忙しい時なので、お正月みたいにお休みになるわけではありませんから、私はね、特に何か予定があるわけでもないんですけど、皆さんは楽しく過ごしてますか？はい。クリスマスね。なんかちょっとクリスマスの思い出でも話そうかなと思うんだけど、あのー皆さんのご家庭ではね、皆さん子供の頃ね、クリスマスちゃんとやってくれるお家でしたか？皆さん。うん。うちはね、そもそも親があんまりクリスマス興味ないっていう感じで、クリスマスツリーとかも別になかったし、気が向いたら、ケーキ買ってきたり、チキン買ってきたりは時々してたけど、あまり何か気合を入れてやるみたいなことはなかったかな。プレゼントもなんかね、もらったりもらわなかったりっていう感じでしたね。うん。でさ、その、みんなね、サンタさんって信じてた？うん。結構なんか、最近は、しっかり信じさせとくみたいな風潮が強い感じがするんだけど、どうだった？なんかね、私は、これどっかで話したかもしれないんだけど、うん。私はもう、幼稚園の頃には、もういないんだって気づいてて、サンタさんがいないってことに気づいてたんですよね。うん。っていうのは、もう今でもさ、もうはっきり覚えてるんだけど、結構鮮明に覚えてて、幼稚園の時に、ちょうどクリスマス頃に、サンタさんが来る日があったんですよね、幼稚園にね。で、サンタさんが来てくれたんだけど、まずね、トナカイに乗ってくるわけじゃなくて、白いね、車に乗ってきたんですよ。白い、なんていうの？バンみたいな、に乗ってきて、で、まずそこで、って思って、幼稚園のね、外に止まってるサンタさんの車らしきバンを見て、あれ？
ってなって、で、まあ、ちょっと何をしたかあんまり詳しく覚えてないんだけど、なんかいろいろ多分ね、プレゼント交換とか、クリスマスのイベントみたいなことを幼稚園でしたんだと思うんだけど、で、最後に、こう、サンタさんを囲んで一緒に写真を撮りましょうってなって、で、サンタさんの周りにね、サンタさんが中央に座って、で、周りにみんな立ったり座ったりして、こう、集合写真を撮ろうとしたんですよ。でね、私ちょうどサンタさんの、右後ろあたりに立ってて、こう、サンタさんを後ろからこう見る感じだったのね。で、サンタさん座ってたからさ、ちょうど自分のその目線のあたりぐらいにサンタさんの顔があって、こう、後ろからね、見えちゃってて、で、何が見えたかっていうと、白いひげね。白いひげが、つけひげだっていうのが、はっきり見えて、で、あ、やっぱり、サンタさんじゃないんだってそこで気づいたみたいな。なんかやっぱりねって思った記憶がある。そう、だから、そもそも本気であんまり信じてなかったんだけど、サンタさんというものを。だけど、なんか、その出来事で確信に変わったっていうか、あ、やっぱりねって思って、そう、だから、その時驚いてショックだったとかは別にないんだけど、やっぱりってなって、うん。だから、なんだろう。少なくとも私の記憶のある限りは、本気でサンタさんを信じてた時期はないかなっていう感じ。いやでもね、別に、例えば、親が、ひねくれてて、サンタさんはいないのよ、とかさ、サンタさんなんかいないんだよとかって、あえて教えられてたわけではないと思うけど、なんだろうね、なんか、自然と信じてなかった。多分。そうなんですよ。だから、あの、その頃に時々ね、両親が気が向いた時に、クリスマスプレゼントとかくれたりもしてたんだけど、なんかこう、一個だけ覚えてるのは、小学校に上がる前だったと思うけど、あの、もうね、全くサンタさんは信じてないんだけど、だけど、親がサンタさんの役割でプレゼントを置いてくれるってことは知ってたから、あるかなと思いながら寝て、で、クリスマスの朝、枕元見たら、プレゼント置いてあったんですよ。あ、と思って、開けたら、なんと、なんかね、ひらがなのワーク、ドリルみたいな。ひらがなとか、確か数字みたいな、小学校1年生の子がやる感じの、なんか、ワークというかドリルみたいなのが2冊置いてあって、えー、そうじゃないんだよな、みたいな。ねえ、なんかそんなことがありましたね。プレゼントってそうじゃないんだよな、みたいな。って思った。うん、記憶が。めちゃめちゃがっかりしたけど、でもまあ、なんだろうね。プレゼントもらってる手前、なんか、がっかりしたとか、別のが良かったとかって言えなかったっていうか、言ったら、なんか悲しませるかな、みたいな思って、まあ別に特に何も言わなかったんだけど、あ、あー、みたいな。はい。
まあ他にね、普通にプレゼントもらったこともあったと思うけど、一番強烈にはっきり覚えてるのは、それかな。はい。まあね、サンタさんをね、信じさせるのも大変ですよね。うん、なんか、そんな思い出がありますね。うんうんうん。クリスマスね、なんか、ここの恋人と過ごさなければならないみたいな雰囲気のクリスマスはあんまり好きじゃないけど、でもやっぱり、なんかいいですよね。街がキラキラしてくるのはすごく好きというか、うん。ホームアローンみたいな感じね。なんか毎回言ってるけど。うん。最近ですね、なんか、まあちょくちょく言ってはいるんだけど、あの編み物にね、ずっとハマってまして、うん。編み物は結構何年か前からやっていて、何年か前に習得して、で、そこから常にやってるわけじゃないんだけど、主に冬にやりたくなるから、はって思い出して引っ張り出してきて、しばらくやるみたいなのが一年に一回ある感じなんだけど、でもちょっとね、あんまりここのところきちんとやってなくて、うん。だけど、またやりたくなったんで、毛糸と編み針を引っ張り出してきて、やり始めたら、ちょっとね、近年で一番ハマってるっていうか、あの、うん、久々に、めちゃくちゃ根詰めてやっていますね。うん。編み物ね、すごく楽しいですよ。男性でも女性でもやったらいいと思います。あの、なんかね、趣味としてすごく手軽だし、うん。私、物作るのがすごく好きで、編み物だけじゃなくて、まあ、裁縫もするし、まあ、小物作ったり、まあ、服も作ったことあるし、うーんと、まあ、なんかもうちょっと工作みたいなこともするし、あと、DIY っていうか、うん、大工、日曜大工みたいなことも、まあ、そんなに、まだ歴は長くないので、いろんなことできるわけじゃないんだけど、結構いろんなことが好きでやるんですけど、編み物はね、まあ、いろんなこと手出してるから、あの、すごくできるものもあるし、まだ始めたばっかりで道具すらあまり揃ってないものも結構あるんだけど、まあ編み物は一番、やってるだけじゃなくて、一番、まあ上手にできるかなっていうものですかね。うん。いろんな趣味の中で。うん。なんかね、あの編み物ってほんとね、始めるのも簡単だし、あの編み針と、あと毛糸さえあれば、それで始められちゃうのね。で、まあ、ちょっと難しいこととかしようと思えば、ちょこちょこと道具が必要だったりもするんだけど、でも基本的には、編み針と毛糸があれば、すぐ始められるし、それから、中断したい時も、パッて置いて、あの、
形だけ崩れないようにパッて置いてそこで中断できるし、で、また時間ができたらすぐそこから始められるし、そうそう、なんかね、裁縫とかとよく比べちゃうんだけど、例えばなんかミシンでなんか作ろうとかってすると、ミシン出して、セッティングして、糸セッティングして、みたいな、もうなんかね、準備にいちいちめちゃくちゃ時間がかかるというか、うん。道具の準備に時間がかかるし、片付けもめんどくさいし、なんかね、それが億劫で、って思ってやらないことが結構あるんだけど、DIY とかもまあそうかな。うん。なんか部屋の中でやるから、汚さないようになんか養生して、みたいな。で、終わったら、木くずとかをね、片付けして、みたいな。準備と片付けが結構めんどくさいじゃないですか。で、編み物はね、そういうのが基本的にはいらないから、パッて始めて、で、そのまま中断できて、で、そのまますぐ再開できて、みたいな。はい。だからね、続けやすいと思いますよ。うん。続けやすいし、あのーまあね、いろんなもの作ろうと思うと、編み針も実はいろんな種類が必要なんだけど、簡単なものをね、とりあえずなんかニット帽を作ろうかなとか、マフラー作ろうとか、うん。一つのもの始めるんだったら、もう一本とかで、編み針もちろん一本っていうかワンセットで、できるんで、毛糸ね。だから、すごくね、コストが安く始められると思います。うん。うん。だから、すごくおすすめです。男性でやってる人はね、本当に少ないけど、やったらいいんじゃないかと思います。うん。ただね、なんかハマっていろんなもの作ろうとかって思うと、結局、何でも一緒だけどさ、日曜大工で DIY とかも一緒だけど、なんかこう、材料費だけ考えて、これ自分で作った方が安いなとかって思ったりすることもあるじゃない？なんだけど、結局ね、始める時には、こう、ツールを買わなきゃいけないから、いろいろと、道具をね。で、こう、凝れば凝るほど、なんかこうね、あの、微妙に違うサイズの、なんかドリルがいるとかさ、微妙に違う2ミリ小さい編み針が必要とかさ。そうそうそう、そういうことになってくるから、結局ね、道具も常に、新しいものを常に、あの、増やしていくことになるんだけど、で、しかも、あの、わからない人からするとね、全部同じに見えるみたいな。うん。だけど、それにしても編み物は結構ね、お手軽ですね。うん。だからぜひ、あの、年末年始でね、時間がちょっとあるなって人は、やってみてはいかがでしょう、いかがでしょうか。うん。マフラーとかね、ニット帽ぐらいだったら、割と簡単に作れますよ。うん。あの、編み物って言ってもさ、2種類あって、あの、ちょっと全然興味ない話かもしれないけど、編み物って言っても2種類あって、一つがね、かぎ針編みっていうやつで、
もう一つが棒針編みっていうやつなんだけど、かぎ針編みっていうのは、編み針一本でやるやつですね。なんか、そうだな、普通のペンとか鉛筆ぐらいの長さの、編み針なんだけど、先っぽがこう糸を引っ掛けられるように、なんていうかこう鍵、こう引っ掛けられるように鍵針状になってるんだけど、でそれ一本で編んでいくのが鍵針編みで、こっちの方がね、簡単で、だいたいね、みんなこっちから始めるんですよね。鍵針編みね。うん。簡単だし、早いから、結構サクッと作品が仕上がるので、初心者の人はこっちから始める感じですね。で、編み物って聞いてみんなが想像する、ほら、よくおばあちゃんとかがね、ロッキングチェアに座って、棒の、尖った木の棒を2本持って、こう、両手に1本ずつ持って、こう、何か編み物してるじゃないですか。であれがね、みんなが想像する、あれが棒針編みっていうやつで、あれはね、先っぽは糸を引っ掛けるような、鍵針にはなってなくて、ただの尖った棒なんだけど、それを組み合わせて、糸を編み込んでいくっていうやり方ですね。こっちの方がちょっと難しい。難しいけど、こっちの方が、もうちょっとこう、手作りっぽさが抜けるというか、もうちょっとプロっぽいものができるし、ちょっと伸縮性のあるものとかね、そういうものが作れますね。はい。で、私もね、かぎ針から、たまたま知り合いのちょっと年上の人にね、教えてもらう機会があって、でそれを一回教えてもらって、面白いなと思って、で、あとはね、全部 YouTube 見て、全部独学で勉強したので、そんなにね、難しいことではないんだけど、ぜひね、編み物みんなにやってほしいな。はい。すごくね、たくさん今、ちょっとしばらく何ヶ月か、きちんとやってなかったこともあって、練習も兼ねて、すごくたくさんいろんなものを編んでるんだけど、正直ね、私何でもそうなんだけど、作る過程がね、一番楽しいから、出来上がるとね、どうでもよくなっちゃうのね。あんまり自分の作品に愛着がないっていうか、うん。だから、本当に一部の気に入ってるものを除いては、だいたい、友達にあげるとか、家族にあげるとか、友達の子供にあげるとかね、いう感じで、あげちゃうんだけど、はい。あれだね、皆さんにもこう、抽選でプレゼントみたいなことできたら面白いかなと思うんだけど、ちょっとね、どういう方法がそのプレゼント、配達、配達発送の方法がちょっと思い浮かばないから、ちょっと保留にしてるんですけど、うん。いい案が、上手な方法が、匿名で配送できるとか。上手な方法が見つかったら、そういうのもあり、かな。うん。作るのはいいけど、使わないから、
誰かがもらってくれると嬉しいって感じ。はい。そんな感じですね、私最近。だから、全然ね、もともと12月は、ちょっと忙しかったので、あまりゲームをやる時間もなかったんだけど、ちょっと編み物ばっかりしてて、ちょっとね、ゲームとか全然やってなくて珍しくね。うん。まあなんだけど、だいぶね、忙しさも落ち着いてきたので、まあ見物もしつつ、ゲームもまた、年末年始の休みに向けてしようかなって思ってますね。うん。年末、年末というか、まあ一回ぐらいまた、ゲーム配信もできたらいいなって思ってますよ。うん、うん、うん。はい。まあ、それがね、最近の私の近況です。12月ね、私は割と、もうピークは過ぎて落ち着いてきたんだけど、まあ、これからどんどん忙しいっていう人もいると思うし、まあ、ずっと忙しいよっていう人もいると思うし、あちょっとね、大変な月ですが、あの、寒いし、あの、体に気をつけて頑張っていきましょう。年末年始の休みに向かって頑張りましょう。まあもちろん休みが年末年始ない方も、いらっしゃるかとは思うんですけど、まあそういう方は次の休みまで頑張りましょう。とにかくね、体に気をつけて頑張ろう。はい。じゃあですね、次は朗読に移ろうかと思うんですけど、はい。朗読、一応初めての朗読です。で、実はですね、ずいぶん前に、何ヶ月か前に、朗読やりたいなと思って、録音して編集して、もうアップまでしたんだけど、直前になって、あ、これ著作権ダメなやつだってことに気づいて、でね、公開できなくなっちゃったことがね、実はあるんです。そう、非公開になってるのでね、皆さんからは見えないんですけど、そういうものが実は一個あるんだけど、まあそれを除けばですね、ちゃんと公開できる朗読は、これが初めてということになります。まあ、上手に読めるかどうかわからないんですけど、まあ、もしよかったらね、聞いてください。読むのは、太宰治のメリークリスマスです。はい。で、クリスマスにね、ちなんだ、あの、短い作品ですね。で、これね、青空文庫にあったものを読むんですけど、最初に一応、メリークリスマスは初出が初めてね、世に出たのが1947年の1月というか、中央公論という雑誌の1947年1月号が初出ですね。だから、戦後すぐの頃の話です。はい。で、なかなかね、太宰治ってなんだろう、女性とね、割と結構、いろんな女性と
浮名を流した人でもあって、なんかね、ちょっとあらすじを軽く言いますと、主人公が、12月のね、東京の街を歩いていたら、ある女性とばったり再会するんだけど、っていう話ですね。割とね、ほっこりする話なんだけど、でもなんていうかな、太宰治の、ちょっとクズっぽさっていうかクズっぽさっていうと言い方悪いかな。なんか正直というか、自然体な感じが、出てる作品で、とても、いいんじゃないかと思いますので、ぜひ最後まで聞いてくださいね。はい。ということで、聞いてください。メリークリスマス。太宰治。東京は悲しい活気を呈していた。と最初の書き出しの一行に書き記すというようなことになるのではあるまいか。と思って東京に舞い戻ってきたのに、私の目には何のこともない相変わらずの東京生活のごとくに映った。私はそれまで1年3ヶ月間、津軽の生家で暮らし、今年の11月の中旬に妻子を連れてまた東京に移住してきたのであるが、来てみると、ほとんどまるで2、3週間の小旅行から帰ってきたみたいな気持ちがした。久しぶりの東京は良くもないし、悪くもないし、この都会の性格は何も変わっておりません。もちろん刑事課の変化はありますけれども、刑事上の気質において、この都会は相変わらずです。馬鹿は死ななきゃ治らないというような感じです。もう少し変わってくれてもよい。いや、変わるべきだとさえ思われました。と、私は田舎のある人に書いて送り、そうして私もやっぱり何の変わるところもなく、久留米がすりの着流しに二重回しを引っ掛けて、ぼんやり東京の町々を歩き回っていた。12月の初め、私は東京郊外のある映画館というよりは活動小屋といった方がぴったりするぐらいの可愛らしくお粗末な小屋なのであるが、その映画館に入ってアメリカの写真を見て、そこから出たのはもう午後の6時頃で、東京の街には夕霧が煙のように白く充満して、その霧の中を国威の人々が忙しそうに往来し、もうすでに全く師走の巷の気分であった。東京の生活はやっぱり少しも変わっていない。私は本屋に入って、ある有名なユダヤ人の戯曲集を一冊買い、それを懐に入れて、ふと入り口の方を見ると、若い女の人が鳥の飛び立つ一瞬前のような感じで、立って私を見ていた。小さく口を開けているが、まだ言葉を発しない。吉か今日か。昔追い回したことがあるが、今では少しもその人を好きでない。そんな女の人と会うのは最大の今日である。そうして私には、そんな女がたくさんあるのだ。いや、そんな女ばかりと言ってよい。新宿の、あれは困る。しかしあれかな？笠井さん。女の人はつぶやくように私の名を言い、かかとを下ろしてかすかなお辞儀をした。緑色の帽子をかぶり、
帽子の紐を顎で結び、真っ赤なレインコートを着ている。みるみるその人は若くなって、まるで12、3の少女になり、私の思い出の中のある映像とぴったり重なってきた。静江子ちゃん。吉だ。出よう出よう。それとも何か買いたい雑誌でもあるの？いいえ。アリエルというご本を買いに来たのだけれども、もういいわ。私たちは師走近い東京の街に出た。大きくなったね。わからなかった。やっぱり東京だ。こんなこともある。私は露店から一袋10円の南京豆を2袋買い、財布をしまって少し考え、また財布を出してもう一袋買った。昔私はこの子のためにいつも何やらお土産を買って、そうしてこの子の母のところへ遊びに行ったものだ。母は私と同じ年であった。そうしてその人は私の思い出の女の人の中で今出し抜けにあっても私が恐怖困惑せずに済む極めて稀な、いやいや唯一と言ってもいいぐらいの人であった。それはなぜであろうか。今仮に4つの答案を提出してみる。その人はいわゆる貴族の生まれで、美貌で、病身で、と言ってみたところで、そんな条件はただキザでうるさいばかりで、例の唯一の人の資格にはなり得ない。大金持ちの夫と別れて、落ちぶれて、わずかの財産で娘と2人でアパート住まいして、と説明してみても、私は女の身の上話には少しも興味を持てない方で、現にその大金持ちの夫と別れたのはどんな理由からであるか、わずかの財産とはどんなものだか、まるで何も分かってやしないのだ。聞いても忘れてしまうのだろう。あんまり女にからかわれ続けてきたせいか、女からどんな哀れな身の上話を聞かされても、みんないい加減の嘘のような気がして、一滴の涙も流せなくなっているのだ。つまり私は、その人が、生まれがいいとか、美人だとか、次第に落ちぶれてかわいそうだとか、そんないわばロマンチックな条件によって、例の唯一の人として選び上げていたわけではなかった。答案は次の4つに尽きる。第一には、綺麗好きなことである。外出から帰ると、必ず玄関で手と足とを洗う。落ちぶれたと言っても、さすがにきちんとした2部屋のアパートにいたが、いつも隅々まで拭き掃除が行き届き、ことにも台所の器具は清潔であった。第二には、その人は少しも私に惚れていないことであった。そうして私もまた少しもその人に惚れていないのである。性欲についてのあのどぎまぎしたいやらしく面倒な、思いやりだとか、うぬぼれだか、気を引いてみるとか、一人相撲とか、何が何やら10年一日どころか、1000年一日のごとき、陳腐な男女闘争をせずともよかった。私の見たところでは、その人は、やはり別れた夫を愛していた。そうして、その夫の妻としての誇りを、胸の奥深くにしっかり持っていた。第三には、その人が私の身の上に敏感なことであった。私がこの世のことがすべてつまらなくて、たまらなくなっているときに、この頃お盛んのようですね、などと言われるのは味気ないものである。その人は私が遊びに行くと、いつでもその時の私の身の上にぴったり合った話をした。いつの時代でも本当のことを言ったら殺されますわね。ヨハネでもキリストでも
そしてヨハネなんかには復活さえないんですからね。といったこともあった。日本の生きている作家については一言も言ったことがなかった。第4には、これが最も重大なところかもしれないが、その人のアパートにはいつも酒が豊富にあったことである。私は別に自分を臨職だとも思っていないが、しかし、どこの酒場にも借金が溜まって憂鬱な時には、勢いただで飲ませるところへ足が向くのである。戦争が長く続いて、日本にだんだん酒が乏しくなっても、その人のアパートを訪れると、必ず何か飲み物があった。私はその人のお嬢さんにつまらぬものをお土産として持って行って、そうして泥酔するまで飲んでくるのである。以上の4つが、なぜその人が私にとって例の唯一の人であるかという設問の答案なのであるが、それがすなわち、お前たち2人の恋愛の形式だったのではないか、と問い詰められると、私は間抜け顔して、そうかもしれぬ、と答えるよりほかはない。男女間の神話は全部恋愛であるとするなら、私たちの場合も、そりゃそうかもしれないけれど、しかし私は、その人について反問したことは一度もないし、またその人も芝居がかったややこしいことは嫌っていた。お母さんは変わりないかね？ええ。病気しないかね？ええ。やっぱり静江子ちゃんと2人でいるの？ええ。お家は近いの？でも、とっても汚いところよ。構わない。早速これから訪問しよう。そうしてお母さんを引っ張り出して、どこかその辺の料理屋で大いに飲もう。ええ。女は次第に元気がなくなるように見えた。そうして歩一歩大人びていくように見えた。この子は母の18の時の子だというから、母は私と同じ年の38。とすると、私はうぬぼれた。母に嫉妬するということもあるに違いない。私は和刀を転じた。アリエル？それが不思議なのよ。暗にたがわず生き生きしてくる。もう千にね、私が女学校へ上がったばかりの頃、笠井さんがアパートに遊びにいらして、夏だったわ。お母さんとのお話の中に、しきりにアリエル、アリエルという言葉が出てきて、私何のことだかわからなかったけど、妙に忘れられなくて。急におしゃべりがつまらなくなったみたいに、ふーっと語尾を薄くして、それっきり黙ってしまって、しばらく歩いてから、切って捨てるように、あれは本なんだったのね。私はいよいようぬぼれた。確かだと思った。母は私に惚れてはいなかったし、私もまた母に色情を感じたことはなかったが、しかしこの娘とでは、あるいは、と思った。母は落ちぶれても美味しいものを食べなければ生きていかれないというたちの人だったので、対米英戦の始まる前に、早くも広島あたりの美味しいもののたくさんある土地へ、娘と一緒に疎開し、疎開した直後に私は母から絵はがきの短い便りをもらったが、当時の私の生活は苦しく、疎開してのんびりしている人に返事など書く気もせず、そのままにしているうちに私の環境もどんどん変わり、とうとう5年間、その母子との消息が絶えていたのだ。そうして今夜、5年ぶりに、しかも全く思いがけなく私と会って、母の喜びとこの喜びとどちらの方が大きいのだろう。私にはなぜだか、この子の喜びの方が母の喜びよりも純粋で
深いもののように思われた。果たしてそうならば、私も今から自分の所属を文面にしておく必要がある。母とことに当分に属するなどは不可能なことである。今夜から私は母を裏切ってこの子の仲間になろう。たとえ母から嫌な顔されたって構わない。恋をしちゃったんだから。いつこっちへ来たのと私は聞く。10月、去年の。なんだ、戦争が終わってすぐじゃないか。もっとも静江子ちゃんのお母さんみたいな、あんなわがまま者には、とても長く田舎で辛抱できねえだろうが。私はヤクザな口調になって母の悪口を言った。娘の関心を買わんがためである。女は、いや人間は親子でも互いに張り合っているものだ。しかし娘は笑わなかった。けなしても褒めても母のことを言い出すのは禁物のごとくに見えた。ひどい嫉妬だ。と私は一人合点した。よく会えたね。私はすかさず和刀を転ずる。時間を決めてあの本屋で待ち合わせしていたようなものだ。本当にね。と、今度は私の甘い考えに難なく誘われた。私は調子に乗り、映画を見て時間を潰して、約束の時間のちょうど5分前にあの本屋へ行って、映画をそう、たまには見るんだ。サーカスの綱渡りの映画だったが、芸人が芸人に扮するとうまいね。どんな下手な役者でも芸人に扮するとうめえ味を出し上がる。根が芸人なのだからね。芸人の悲しさが無意識のうちに滲み出るのだね。恋人同士の話題はやはり映画に限るようだ。嫌にぴったりするものだ。あれは私も見たわ。会った途端に二人の間に波がザーッと来て、また別れ別れになるね。あそこもうめえな。あんなことでまた永遠に別れ別れになるということも人生にはあるのだからね。これくらい甘いことも平気で言えるようでなくっちゃ、若い女の人の恋人にはなれない。僕がもう1分前に本屋から出て、それからあなたがあの本屋へ入ってきたら、僕たちは永遠に、いや少なくとも10年は会えなかったのだ。私は今宵の開口をできるだけロマンチックに煽るように努めた。道は狭く暗く、おまけにぬかるみなどもあって、私たちは二人並んで歩くことができなくなった。女が先になって、私は20回しのポケットに両手を突っ込んで、その後に続き、もう半丁一丁と尋ねる。私、一丁ってどれくらいだかわからないの。私も実は同様、距離の測量においては不能者なのである。しかし恋愛にアホ感は禁物である。私は科学者のごとく済まして、100メートルはあるか、と言った。さあ、メートルならば実感があるだろう。100メートルは半丁だ。と教えて、なんだか不安で、密かに暗算してみたら、100メートルは約1丁であった。しかし私は訂正しなかった。恋愛に滑稽感は禁物である。でも、もうすぐ、そこですわ。バラックのひどいアパートであった。薄暗い廊下を通り、5つか6つ目の左側の部屋のドアに、陣馬という貴族の名字が記されてある。陣馬さん。と私は大声で部屋の中に呼びかけた。はーいと、確かに答えが聞こえた。続いてドアのすりガラスに何か影が動いた。
やあ、いるいる、と私は言った。娘は棒立ちになり、顔に血の気を失い、下唇を醜く歪めたと思うと、いきなり泣き出した。母は広島の空襲で死んだというのである。死ぬる間際の上ごとの中に、笠井さんの名も出たという。娘は一人東京へ帰り、母方の親戚の新保党代議士、その人の法律事務所に勤めているのだという。母が死んだということを言いそびれて、どうしたらいいかわからなくて、とにかくここまで案内してきたのだという。私が母のことを言い出せば、静江子ちゃんが急に沈むのも、それゆえであった。嫉妬でも恋でもなかった。私たちは部屋に入らず、そのまま引き返して、駅の近くの盛り場に来た。母はうなぎが好きであった。私たちはうなぎ屋の屋台ののれんをくぐった。いらっしゃいまし。立ちんぼの客は私たち二人だけで、屋台の奥に腰掛けて飲んでいる紳士が一人。大串がよござんすか？小串が？小串を三人前。へえ、承知しました。その若い主人は江戸っ子らしく見えた。バタバタと威勢よく七輪を仰ぐ。お皿を三人別々にしてくれ。へえ、もう一方は？後で？三人いるじゃないか。私は笑わずに言った。え？この人と僕との間にもう一人心配そうな顔をしたべっぴんさんがいるじゃねえか。今度は私も少し笑っていった。若い主人は私の言葉を何と返したのか、いや、かなわねえ、と言って笑い、鉢巻きの結び目のところあたりへ片手をやった。これ、あるか。私は左手で飲む真似をしてみせた。極上がございます。いや、そうでもねえか。コップで三つ、と私は言った。小串の皿が三枚、私たちの前に並べられた。私たちは真ん中の皿はそのままにして、両端の皿にそれぞれ箸をつけた。やがてなみなみと酒が満たされたコップも三つ、並べられた。私は端のコップを取ってぐいっと飲み、すけてやろうね、と、静江子ちゃんだけに聞こえるぐらいの小さい声で言って、母のコップを取ってぐいっと飲み、懐から先刻買った南京豆の袋を三つ取り出し、今夜は僕はこれから少し飲むからね。豆でもかじりながら付き合ってくれ。と、やはり小声で言った。静江子ちゃんはうなずき、それっきり私たちは一言も何も言わなかった。私は黙々として4杯5杯と飲み続けているうちに、屋台の奥の紳士が、うなぎ屋の主人を相手にやたらと騒ぎ始めた。実につまらない、不思議なくらいに下手くそな、まるっきりセンスのない冗談を言い、そうしてご本人が最も面白そうに笑い、主人もお付き合いに笑い、とかなんとか言っちゃってね、それですからね、ぼーっとしちゃってね、リンゴかわいいや、気持ちがわかるとやっちゃってね。はは、あいつ頭がいいからね。東京駅は俺の家だと言っちゃってね。参っちゃってね。俺の承託は丸ビルだと言ったら、今度は向こうが参っちゃってね。という具合の何一つ面白くもおかしくもない冗談がいつまでもペラペラと続き、私は日本の水客のユーモア感覚の欠如に
今更ながらうんざりして、どんなにその紳士と主人が笑い合っても、こちらはにこりともせず酒を飲み、屋台のそばを通る師走近い人の流れをぼんやり見ているばかりなのである。紳士は不意と私の視線をたどって、そうして私と同様にしばらく屋台の外の人の流れを眺め、出し抜けに大声で、ハロー、メリークリスマスと叫んだ。アメリカの兵士が歩いているのだ。なんというわけもなく、私は紳士のその快逆にだけは吹き出した。呼びかけられた兵士は、とんでもないというような顔をして首を振り、大股で歩み去る。このうなぎも食べちゃおうか。私は真ん中に取り残されてあるうなぎの皿に箸をつける。ええ。半分ずつ。東京は相変わらず、以前と少しも変わらない。はい。いかがでしたか？なんかね、主人公が静江子ちゃんと、どうにかなろうとしてるところとかさ、いいですよね。自然体っていうか、気取ってなくてね、いいですよね。はい。ちょっと上手に読めたかどうかわからないんですけど、楽しんでいただけましたか？なんとなくね、クリスマスっぽい作品。そんなにめちゃくちゃクリスマスっぽくもなかったんですけど。でも私はね、結構好きです。はい。ということで、今日は一緒に過ごしてくれてありがとう。最後まで聞いてくれてありがとう。今年はね、更新はこれでおしまいです。はい。で、スケジュールにもあるように、新年明けて2日に、更新をして、1月中は、以降はお休みということになります。はい。ということで、今年最後の動画でした。皆さん、今年も1年ありがとうございました。クリスマスが終わったばかりですが、ご挨拶しておきますね。今年も1年ありがとうございました。来年もまたよろしくね。いいお年を。バイバーイ。